Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.助手席側のグローブボックスを完全に取っ払ったところです。フューズボックスのもうちょっと詳しいのが出てくるんですけども、見た感じどうもなってるようには見えないんですが、ここにちょっと接点復活剤拭いておきたいと思います。見つけてしまいました。スターターモーターがしっかりついてません。ちゃんとつけておきます。はい、ECU の蓋開けてみました。わからん。あれ？じゃあ車内側のデータどこから来てるんだろうな。これもセンサーのケーブルで、これもあっち側のセンサーのケーブルと離れてるやつで、これはバッテリーのプラス端子につながってるやつで、これもマイナスだな、多分な。この奥か。DME とトランスミッションコンピューターを外してしまいました。この DME のところに、接点復活剤を吹きました。今問題になるのが左から2番目のコネクタ、これがキャンバス関係のコネクタになるんですけども、これで治る気はしないんだけどね。そこで勉強しました。誰でもわかる自動車のコンピューターネットワーク講座。不正確な点もあるかもしれません。ご参考程度でお願いします。まずはじめにキャンバスシステム、動力関係の ECU、 DME エンジンコントロール、 DSC ブレーキや ABS、 メータークラスターやステアリングアングルセンサー、エレクトリックパワーステアリング、そのような ECU のためのネットワークシステムです。それぞれの ECU は独立して対等なコンピューターです。各 ECU は自分の持つセンサーのデータを他の ECU へ送信、他の ECU から受信したデータも使って担当する制御を行います。送受信されるのはこのような自動車の動力に関係する重要なデータ。例えば DME からデータが送信されると、各 ECU は必要なデータなら受け取り、不要なデータは無視します。 ECU はそれらのデータをもとに制御を行います。他の ECU も同様にデータを送信します。こうして単独のケーブルでデータを共有して車の走る、曲がる、止まるを制御しているのです。もし壊れた ECU があっても、他の ECU 同士は通信を続け、可能な限り自動車を動かせるように働きます。また DME とトランスミッションコントロールは特に重要なので別系統の CAN で接続されており、他とは独立してデータを送受信しています。K バスシステム。 K バスは安全装備や快適装備の ECU ネットワークです。オーディオやエアコンやエアバッグやホロー、イモビライザーなどが含まれます。 GM5 システム。 K バスに接続されたサブネットワークです。ワイパーやパワーウィンドウ、リモコン、集中ドアロック、室内照明、盗難防止装置、そのようなシステムのためのネットワークです。 BMW とどこにあるのかというと、フューズボックスを外すとその奥にあるこれらの装置、上の白い箱は GM5 のハブ、紫色のリレーがついているのは K バスのハブボックスです。紹介しきれませんがもっとあります。自動車の中はコンピューターだらけ、複雑なネットワークが張り巡らされているのです。さすが BMW と思ったそこのあなた、今はどのメーカーのどんな車でも同じようなシステムが搭載されています。最新の車はもっとすごいことになってるみたいです。
かし接点不良箇所は未だに不明のまま。全く分からず直せないばかりがさらに壊れていく車。焦り、苛立ち、不安が募るばかり。できることをやるしかないと自分に言い聞かせます。再び Z4 で駆け抜けることを思い浮かべながら。怪しいのはやはりステアリングクラムでしょうか。もう一度外します。ボンネット内のスピンドルのボルトを抜くのですが、ステアリングを少し左に切るとボルトが真上に来ます。かなりレンチが振りやすくなります。ボルトが抜けたらステアリングを正中に戻してスピンドルを抜きます。はい、このコネクタ、パワステの ECU に接続する、信号用のコネクタなんですけども、5本の線が出てます。でこのうちの2本が CAN ケーブルの CAN ハイと CAN ローの電線であるはずなんですが、簡単に見分けることができます。CAN ケーブルは実はハイとローの2つのケーブルがあり、正反対の電圧の信号が同時に流れます。さらにケーブルはよじったりノイズを受けにくくしてあります。このような工夫でキャンバスは非常に堅牢な通信を行います。よじってあるやつ、これが CAN ハイと CAN ローなはずです。でそうするとこの CAN ハイと CAN ローは一番左側の2つですね。この端子の間の抵抗をちょっと測ってみようと思います。実は CAN ケーブルには120オームの抵抗が2つ並列で入っています。ここで問題です。とある ECU の CAN ケーブルのハイとローの間の抵抗値を測定すると、値は一体どうなるでしょうか。2つの抵抗 R1 と R2 が並列になった回路全体の抵抗を R とすると式は上のようになります。ではこれを解いていきます。R の方程式ができました。 R1 と R2 は120オームでした。先ほどの式に代入すると答えが出ました。正常な CAN 回路であればハイとローの間の抵抗値は60オームになるはずです。今 CAN ハイと CAN ローと方式ところ抵抗を測っているんですが、60オームですね。これ合ってますね。この CAN ケーブルやっぱ生きてるんだなっていうことですね。これよじれてるやつ、これが CAN ケーブルだと思うんですけども、でそれがどこに来てるのかというと、この辺のエアバッグのコネクタの方に来てました。でそれぞれの導通を測ってみたんですが、全く抵抗無限大でした。60オームではなかったです。どういうことなんでしょう。ステアリングからも下ろすときにここが引っかかるんですよね。でガシャ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 やってたらね、もしかしたらこの辺が断線したのかなっていう感じがすごくします。このケーブルがメータークラスターのケーブルですね。この辺のケーブルがステアリングコラムにつながるケーブルです。太めのが電源供給で、細めのが信号線。よじってあるのは、キャンバスではなくて K バスの線だろうと思います。エアバッグの通信線だと思います。いろんなところヒューズボックスとか、その後ろの K バスのボックスだとか、それから DME とか、そういうところも全部疑ってみたんですけども、やっぱ何もいじってないところは壊れるわけがなくて、ただメータークラスターはちゃんと動いてるので、このステアリングクラムのこの一連のケーブルですね、導通を一本一本確認していこうと思います。まずはこの手前のこれですね。これ一番断線させてるこの辺やばいよね。全品さしてかなり乱暴なやり方ですが、導通を調べていくんですが、ほぼ抵抗ない、つまり導通があるということですね。切れてないですね。で一応安全ピンを刺したところは絶縁テープを巻いておきました。
白緑の線と導通調べてみると抵抗ありません。ということはここ導通があるということですね。今度は白黒の線と導通見てるんですが、やっぱり抵抗ありません。今話しました。抵抗ありますね。つけました。抵抗下がりました。ということはここも導通があると。ワイヤーに分配のこれを挟みました。それでここのところ向いてあって、ここと、ここの導通を測ってみようと思います。0.08、0.07 オームということで、これ導通があるので断線してないということです。これを全てのコードに対して、やっていこうと思います。これを挟んじゃったので、ちょっと被膜が向けてるはずなので、ここ被膜向いちゃってるので、ここ養生しておきます。これでテストしたっていう印にもなりますね。これ続けていきます。はい、今エアバッグの方につながってる信号線、シングルのやつを全部調べたんですが、残念なことにというか、良かったことにというか、全部導通が確認できました。エアバッグとかステアリングにつながるコードなんですけども、全て導通があることが確認できました。要するに断線してなかったということです。なので原因はここじゃなかったということです。バンテージが巻かれてたんですけども、ブチブチちぎっちゃったので、自己癒着テープ、これを巻きました。こっちの方もフットライトとかの照明とかですね、その辺も大体養生しました。未だに原因が分かりません。